合計強火で16時間。で、夜中は種火で、とろ火でずっと火は、つけてまして、2日間炊いて3日目の朝に干します。ドキュメントとかでラーメン屋さんの番組があってますけど、あのまんま買うんですが、骨を水を張ってそのまま炊いてるところほとんどだと思うんですが、骨を洗って、そして、下処理をした後にもう一回水を張り直して、そして作業やる。水にもこだわりがありまして、水素水をスープにも野菜にも使っています。もともとここは岡垣町は天然地下水プラス、うちは井戸水です。プラス、水素水を使ってますので、水が美味しい、その利点はあると思います。そうでしょ。もうやばいですよ。一応動くんですよ。これ。一応動くんですか。動きますね。全く調味料を加えてない原液のスープになりますね、これが。よろしくね、皆さんお願いいたします。オープンします。はい。頑張ろう。いらっしゃいませ。
今もう表は全てスタッフにお任せをして、高校生は16歳から年配は60、今8ですかね。先代から作り方を学びまして、先代は芦屋航空自衛隊でスープの作り方を学んでるんですね。あそこの食堂で先代が働いてたんですね。でそこでスープの作り方を学んだようで、もともとここはうどんでしたり丼物でしたりいろいろある食堂だったんですけど、中でもちゃんぽんがすごく人気で専門店に変わっていったと。で基本的に先代からスープの作り方については変えてないですね。先代と違うところは、濃度計を使って少し、濃度を濃くしたところでしょうか。お客さんの味覚が上を行きますので、それに合わせる形で冷やして粗熱を取った後にプレハブ庫で保存します。これが先代が作ってたやつなんです。大事に取ってるんですけど、はい、ちゃんぽん一杯まだ500円の時代です。先代っていうのはそのビジネスラインのお父さん。はい、父ではなくて、おじさんにあたります。あ、おじさんがされた、はい、そうです。もともと福岡の方面の大学卒業した後サラリーマンやってたんですけども、はい、母の体調不良と合わせて、地元岡崎に帰ってきて、それから先代とお付き合いをするようになったのがちゃんぽんのショーの2代目になったきっかけ。岡崎町に帰ってきたのは平成14年の年ですかね。もともと料理の世界にいたわけではない。ではないんです。サラリーマンは建設会社にいました。全く畑違いなんですけども、まあ、中学校2年の時に初めてこの小炉のちゃんぽんを食べまして、感動したことはずっと記憶してます。で地元に帰ってきた時は、まあ必ず食べてくるような好きな味ではあったんですが、まあ、まさか自分が後を継がせてもらえるとも思ってませんでしたし、まず先代との比較が当初はありましたね。やはり先代のちゃんぽんが食べたいというお客さんが一定数いますし、ただ先代からはよっちゃんと呼ばれてましたけど、よっちゃんの味を求めていきなさいということで、まあ、よく言われる話だと思うんですけど、まあ、変えるべきでないこと、変えるべきではないところ、また時代とともに変えていくべきところ、そこをしっかりと見極めながら取り組んできたところですね。またここで地元でずっと働くとは当初は思ってなかったですけどね。丸骨、げんこつ、背骨、そして鶏のガラを使います。沸騰直前に揚げるようにしてます。これぐらいの沸騰になったら揚げます。これぐらいで沸騰する直前で火を止めて、これを取ったらまあクリアなフレッシュなソース。
日目およそ8時間を炊いて種火にしまして、2日目8時間炊いてもう一度種火にして、3日目の朝に、干します。いらっしゃいませ。生きて腸まで届く乳酸菌です。強化培養に成功したのは、忘れ物とか、〇〇がありませんとか、買ってきてくださいとか、何でも、すべて。で、これオーダー表の、使えます。オーダー表に使えます。みんなこれ見ながら準備してくれてます。で、片付けはこうですね。誰が見ても、そうです。高校生から年配の方までいますので、アナログだけども戸惑うことなく作業してもらうと。そしてお客さんが多い時少ない時もありますので、多い時はもう後回しにしていいような体制を合わせて取っていますね。何よりもスタッフの協力なしにはできなかったので、感謝してますね。例えばメニューの変更とかについては事前にスタッフにどう思うっていうことで理解を求めて、それはちょっと今の状況じゃ対処難しいんじゃないっていう時は取りやめますね。スタッフの協力なしにはやっていけないので、明日以降の作業についても表が忙しいようだったら後回し、今日来てくれるお客さんを一番に考えようということで共通理解はしてます。バタフライで共演させていただいたガッチガチに作るともうがんじがらめになりますので、ある程度の形を作った上で裁量はスタッフ同士で考えて動いてもらうというようにはしてます。新人さんもそう戸惑うことなくついていきながら動いてくれてますので、ここは見直さなきゃいけんなと思うところが出てきたら見直ししてます。で、スタッフに可能な限り確認をしながら、こんな風に変更していこうと思うんやけどどうやろうかっつって、でスタッフそれはいいんやないって言ってくれたら、見直ししますね。お客さんが戸惑うことなく、美味しかったね、でも美味しいのはもちろんやけどスタッフの対応も気持ちよかったねって思ってもらえるような接遇には心がけていますかね。
こに関してはあまりこうマニュアル化これでなくて、はないですね。こういうお店ですので、アットホームな、温かい感じの接客が、向いてると思うので、そんな風にはスタッフではお願いはしています。だからみんなが笑顔で働けるような環境を準備するっていうのが可能な限りそういう風にやってますね。先代から引き継いだお店を2代目として守るべきは守って、時代とともに変えていくべきは変えて、お客さんに喜んでいただける一杯をこれからも作り続けていきたい。ちゃんぽんを通してお客さんに喜んでもらう、そしてスタッフも喜んでもらう、そんな店作り、ちゃんぽんの郷土が少しでも岡垣町の町づくりに役に立つ1店舗に慣れてたらいいな、そんなふうには思います。